こんばんは。バーチャルプレインズウォーカーの花山さなです。今日は、エイジ・オブ・エンパイア4次元で遊んでいこうと思います。このゲームは、リアルタイムストラテジーというジャンルのゲームです。資源を確保して軍隊を作成し、相手の文明を倒すという流れでゲームが進みます。私の使用文明はアイユーブ朝です。12世紀にサラディンが創始したイスラム王朝です。各文明に特色ある軍隊や建物があるのですが、アイユーブは中東の文明ということもあって、ラクダがユニークユニットに設定されています。対戦相手の方はモンゴルを使用しています。モンゴルは遊牧騎馬民族ということもあり、騎馬兵を特徴とします。ラクダは騎兵の攻撃力を下げるという効果を持っているので、ユニークユニット対決なら負けないところです。このゲームは4つの時代に分かれており、時代を進めるごとに強力なユニットを使用できます。モンゴルは最初の時代に攻撃を仕掛けて有利を取るような試合運びを得意とします。もちろん相手のプレイ次第になりますが、手遅れになる前に備えましょう。それに備えて軍隊を作るために戦士育成書を作成しています。今はマップがすべて見れている状態ですが、ゲーム中は石膏で索敵するまで見ることはできません。マップを把握して攻める場所を考えましょう。石膏は視界確保以外にも野生の羊を捕獲することができます。画像は明らかに家畜化した羊ですが、このゲーム伝統の食料源なので大切に頂戴しましょう。通常、このようにマップは黒く塗りつぶされており、ユニットの視界以上は見ることができません。お相手からは、私の戦士育成書が見えていないため、軍隊を作る準備ができていることはバレていないようです。お相手が攻めてくるようなら守りに、来ないならこちらから攻めていきます。軍隊を作成する準備もできたので、次の時代に進化するためにキーを採掘していきます。私の文明に暇人はいらないので、全員働いてください。動きがあるまで少し小話を。私は、このゲームを昨年の10月から始めましたが、太古の昔、初代エイジ・オブ・エンパイアをプレイしていました。昔よりも、プレイがずっとしやすくなっており、驚きました。10月の DLC で新文明が追加されており、日本も登場することになりました。ユニットが日本語を話したり、日本の春という風光明媚な自然が追加されたり、見どころが多いです。私はそれほど習熟していないので使用していませんが、きっと気に入ると思います。次の時代に進むための建物、知恵の館を建てていきます。各文明には、各時代に応じた歴史的な建造物が用意されていますが、アイユーブは、この知恵の館を増築して時代を進めるという、やや特殊な文明になっています。軍隊が自動で出現したり、交易する商人がやってきたり、町の人を追加でもらえたりします。槍兵が生産できましたので、相手が資源を採集している場所へ向かわせます。町の人に、戦闘能力はほとんどありませんから、いい妨害になってくれるでしょう。ツンツン。どうだ痛いでしょう。町へ帰りなさい。下がらせることに成功しましたが、お相手は、すでに時代を進化させるためのキーを掘りっていたようです。モンゴルは、建物をすべて梱包して移動させることができます。町の人と一緒に建物も帰っていきましたね。他の場所でキーを掘られないように見張りを置いておくこととしましょう。そろそろ、この辺で、中盤のゲームプランを考えています。相手は最初の時代に軍隊を出さなかったということは資源採集に重点を置いていると判断します。町の人を生産するための建物を建てたいのだと思われます。モンゴルは他の文明よりもその建物が高コストなため急いで軍隊を作らなくても良いと判断。次の時代で軍隊を出さず第3の時代に入って強力な軍隊で相手を攻撃しようと思います。
槍兵には、その辺を見張ってもらいつつ、こちらも内政に専念することとします。槍兵が、矢の射程内に入らないように動かしましょう。お相手は、軍隊を出してない分、先に時代が進みましたね。とはいえまだ序盤です。慌てず、自分のプレーに集中します。冒頭でもお話しした通り、ラクダは騎兵に強いので、同じ時代、同じ種別の軍隊が当たれば、まず負けません。それはお相手も分かっていると思うので、ラクダや馬に強い槍兵を混ぜてくるのではないかなと思います。進化するまで少し時間があるのでまた小話を。エイジ・オブ・エンパイアはナンバリングタイトルは4作品ですが、ナンバリングのついていないタイトルがいくつか存在します。その中でも私が好きでよくプレイしていたのが、エイジ・オブ・ミソロジーというタイトルです。これは神話の時代を扱っており、ギリシア、北欧、エジプトの3種類の神話から神様を選んで、敵の文明を倒すというゲームになっています。ペガサスやミノタウロス、ミイラやフェニックス、トロールなどなど、いろいろな化け物を操作したり、英雄ヘラクレスやペルセウスなどを操作できたりします。シングルプレイのキャンペーンもよくできていて面白かったという思い出です。こちらは次の時代に進化できましたが、まだ攻めずに見張りに留めておきます。金を掘りに町の人が来たので槍で追い返します。ここは封鎖済みなので帰ってください。食料と金をどんどん集めていきます。富じゃ。世の中富がすべてじゃ。失礼いたしました。羊も晩ご飯になっていただきます。世の中には羊の頭をポコンする音を好きな人もいるみたいです。私も嫌いじゃないです。町の中心が2個並んでいます。ですが、アドバンテージを取られるのはもう少し先になるでしょう。次の時代に進化する準備ができたので、進化ボタンを押していきます。選択したのは、文化と通常よりも安く早く進化できる以外に、ボーナスのない進化です。だがそれがいい。進化直後にラクダ兵を生産するために、騎兵育成所を2つ立てています。お相手は、食料確保のためにイノシシを飼っていますね。遊んでいる軍隊をイノシシに向かわせておけばよかったです。このイノシシ、槍兵より強く、町の人が一人で攻撃すると返り討ちに遭います。キーを採掘しようとしていたので槍兵を向かわせましたが、弓兵がいたので追い返されてしまいました。弓兵は槍兵の対抗ユニットのため、黙って下がらせます。5分後100倍に返してやるからな。町の人の資源配分は OK。あとは、追加で、建物をいくつか建てたりしましょうかね。武器や防具のテクノロジーを研究できるガジ場を建設します。と、ここで時代3に進化しました。早速ラクダ槍騎兵を生産します。放置していた槍兵も召集して、攻撃の準備を整えていきます。ゲームプレイ中はまだ見えていませんが、お相手は騎兵育成書を作成している模様。お相手はまだ時代2、対してこちらは時代3。おまけにこちらはラクダもいます。町を焼きに行きましょう。これがラクダ槍騎兵です。主に一コブラクダが用いられたそうです。ローマ軍はこれの対策に巻き菱を使用して対策したとか。このゲームにそんなものはないため、槍兵に刺されない限り大丈夫です。上のバーに41と34と書かれているのが
町の人の人数です。町の人の人数が多いほど、資源の採集力が高まるので、このまま放置していると敗北は濃厚です。お相手も軍隊を整え始めましたね。ですが、こっちの方が数歩先を行っています。相手の町の中心の矢を受けながら戦うことになるので、射撃防御が高く、歩兵であるグーラムも生産していきます。もう少しラクダ騎兵が増えたら突っ込みましょう。相手の石膏であるハーンに見られてしまいました。バレてしまっては仕方ないので、突撃することとします。森の下側から攻めることにしましょう。相手も守備につくように移動してきました。先端が開かれました。敵は弓兵が13、ユニーク騎兵であるケシクが7ですね。数では負けていますが、こちらは次世代テクノロジーのラクダ騎兵です。槍兵が混ざっていないなら、この量でも勝てます。生産した軍隊はどんどん突っ込ませます。ラクダ槍騎兵の突撃により、相手の軍隊は半壊。射撃防御をプラスしているので、町の中心の矢もあまり怖くありません。相手の陣地で戦うということは、町の人が作業できなくなるということです。軍隊を蹴散らしつつ、相手の資源採集を妨害し続けます。私の陣地は一切荒らされていないので、採集と生産に専念できています。どんどん送っちゃおうね。ここで、無料生産分の軍隊を遊ばせていることに気づきましたが、残念ですが、ゲームプレイ中は全く気づきませんでした。そうこうしているうちに、お相手の軍隊は全滅。町の人を倒して文明を焼くボーナスタイムに突入です。他の場所で伐採をしようとした婿の町の人をラクダで吸収します。もう抗う力はないでしょう。槍兵を生産するために戦士育成所を追加しましたが、生産力の要である町の人を失っていってるので、ここでゲームセットですね。対戦ありがとうございました。今後もレート戦頑張っていきます。ご視聴ありがとうございました。